夏が大嫌いです。禁止にしましょう。皆様の絶望と悲しみと怒りと嫉妬と不安と恐怖と拭いきれない欲望と共に寄り添っていく世界一優しいチャンネル、ネガティブマンチャンネルへようこそということでね、今日も皆さん張り切ってね、世界を滅ぼしていきましょうね。今日はね、労働こそ諸悪の根源である第22弾ということでね、おそらくどうでしたっけね、おそらく第22弾だと思いますけれどもね。そう、第22弾ですね。そう、まあね、本当に夏です。皆さん夏ね、夏に労働なんてね、特にね、この日本の夏は殺人的なね、本当にろくでもない、ただただ蒸し暑いのが強烈でね、そのくせ太陽はギラギラっていうね、もう世界で有数のね、最悪な国のね、最悪な夏なんですけれどもね。まあそれは良いとして、そうですね、そう、労働こそ諸悪の根源なんですよ。なぜならば労働がきつすぎるからこそね、便利な世の中になったね。便利な世の中っていうのは労働がしやすい世の中になったというね、人類はね、そこじゃないだろうっていうところを進化させるんですね。そこじゃないんですよ。そう、労働しやすくなったからさらに労働しようみたいなね。昔でやるのならばですよ、4、50年前ならどうですか皆さんね。24時間の店なんてね、そんな空いてるわけないですしね。そう、24時間なんか3交代とか2交代とかね、小売りとかでね、いろんなお店で24時間やってますみたいな、24時間に近い時間やってますと、そういう社会がもうすでにね、24時間体制で働かせよう、いや労働させようっていう、もうそれがもう諸悪の根源ですよね。労働しやすい便利な世の中になった。じゃあもっと労働させようっていうね、それがいけないんですよ。それがいけない。そう、ね、人類はもっとこうね、夜は寝るね、たっぷりと睡眠をとってね、たっぷりとこのね、家族団らんだったり友人との語らいだったりね、そう、恋人たちとの憩いの場みたいなね、そういう時間を割くべきなんですよ。ね、ちっともね、便利な世の中になってるけれども、それは労働を促進させてるだけなんですね。大昔の人たちは、いや残業で大変だなんて言ったってね、そう夜何もやってないんですから、もうね、そうです。午前様なんて言ったところでね、大したことはないんですよ。そうなんですよ。便利な世の中がさらにね、こう過酷なね、底辺労働をまた便利な世の中にっていうことは底辺労働の拡大でもありますよね。底辺労働がいろんな底辺労働がこうボツボツこう生まれていくってことですよ。本当は必要のないね、いろんな保守点検だったりあれじゃないですか、やっぱりお店だったりね、そう無駄な配送システムだったりとかね。そう、大昔なんかね、僕の小さい頃なんか通販なんてあれですよ、1週間ぐらい待たされましたよ。何か物を頼んでね、配送してくれるまでね、
1週間とか余裕でしたよ、僕の小さい頃なんかね。そう今思えばね、そうね、そうなんですよ。なんかこう無理にこう生産体制だとかね、配送体制だとか、そんなの構築しなくていいんですよ。ゆったりとすればいいんですよ、人類はね。そうもうダメですね。人類は行き着くところまで行った。もうそろそろね、そうこれを変えられなければね、労働というものを滅ぼせなければ、ね、人類はやっぱり滅びるべきだと思いますよ。いや、滅んでいくんじゃないのかなと思いますね。そうね、これだけ SNS が発展するっていうことはね、アフリカの人たちもね、薄汚い東南アジアや恵まれない国のね、今はね、幸せな国ブータンの人たちがスマホを持ってね、あれじゃないですか、自分たちの国の幸福度が下がってるっていうね、こうね、笑うに笑えない話が出てるじゃないですかね。よく例に挙げられますけれどもね、そういうのでね、みんなそういう幸福度が下がっていくね。労働こそ諸悪の根源なんですよ。ゆったりとした社会であるのならばね、なんかこうそのゆったりとした中で時間が現代人の時間がないんですね、結局ね。言いたいこととしてはね、それは労働に削られてるからですよ。アホみたいですよね。私なんてね、結構休みがある方ですけれど、ある方ですけれどもね、これが私の方が労働の休みがある方っていうのがびっくりしますよ。そもそもね、この世界どれだけブラック企業だらけなんだって思いますよね。そういうことなんですよ。もうね、労働こそ諸悪の根源なんですね。少子化もね、移民のね問題も全部労働が原因ですよ。それは過去のね労働反対動画でしつこく言ってきたのでね、ご覧いただければ良いと思いますけれども、そうなんですね。もっと人間はもっとゆったりとしたね、1950年代60年代ぐらいに戻ってね、もっとゆったりするべきですよ。どんどんね、労働が激しくなってね、ただただ金を追い求める生活でね、便利になったようだけれども、なんだか幸せじゃない。なんだかね、いつも何かに脅迫されてるようにね、労働とお金に脅迫されてるんですよ、人類はね。ちっとも幸せじゃないんですね。もう労働のせいですよね。そして常にね、その富を収奪してね、何の目的なのか知らないですけど、権力が目的なのか人類の支配が目的なのかよく分かりませんけれどもね、そういうね一部上級国民のね、またはね、なんて言うんでしょう、不労所得を得ているね、株とかで儲けてるね、そういう連中のために働いてるようなもんですよ。日本の富がとかね、それも問題ですけれども、世界全体で見ればね、そういう富の収奪みたいなことのシステムのね、歯車の一つとしてね、労働が過酷になっている、ひどくなっている、ね、そこで鬱になる人がたくさんいる、ね、自覚していないだけでうんざりしているようなね人々がもう満載ですよ。大体例えば今ね、
そう、私、都知事選の動画も上げようかなと思ったんですけど、もうすでにね、2本上げてるんで、もうめんどくさいなと、ね、しつこいなと思ったんです。あれですけど、都知事選のね、公約に誰もね、そう、選挙候補が私の家のポストに投げ入れられていてね、非常に読みにくいんですけど、全部読んでみて、誰もね、労働反対を叫んでないんですね。もうね、ショックですね。叫べよ、労働反対を。労働を削減します。ね。都民を幸せにするために労働の削減をしますっていうやつが一人もいないんですよ。おかしいじゃないですかね。ね、僕みたいなね、世界労働反対委員会委員長のネガティブマンであるのならばね、労働の廃止をね、公約に掲げますけれども、そう、せめてね、都知事になろうなんていうね、大それたことを考えてるようなやつならば、ね、まず先にね、公約が2つ3つある中で絶対ね、その3本の柱があったとすれば、1本の柱は間違いなく労働反対、ね、労働の削減、せめて削減を叫ぶべきじゃないですか。ね、ふわっとしたことばっかりみんな言ってね、いけませんね。そう。誰に投票するかね。そうですね。いやー、難しいですね。そう。誰に入れたとて、小池が勝ちそうですしね。2位、3位の連中はバックが怪しいですからね。そう。新自由主義だったり、ね、または共産主義だったりに染まってね。ちっとも都民が幸せになりそうな空気を感じませんよ。ろくでもない。ああ、それは、ね、都知事選のことはまあ置いといてですね、そう。ね、そろそろ労働の削減を叫ぶ政治家が現れても、罰は当たらないんじゃないのかな。そう思います。そろそろ出てきてもいいですよね。そう。ね。ね、なぜ我々は労働しなければいけないのか、ね、社会の維持のためにね、働き蜂のようにね、無意味に労働させられてね、あっという間に年を取って、ね、あっという間にね、日本のうさんくさい食、ね、食べ物、飲み物にね、なんかこう怪しい飲み物、怪しい食べ物にね、毒されて、なんだか知らないけど、日本人だけがんが激しくね、罹患率が高い。ね、世界的には落ち込んでいるのに、日本だけね、がんの罹患率が高いみたいな。怪しいですね。そう。労働させられるだけさせられて、最後はがんで死んでいくみたいなね。そういう日本人の情けないね。いやー、いけません。ね、そうね、まあまあそもそも生まれてこなければねいいんですけれどもね、生まれてしまったらしまったでね、あとはもうなんて言うんでしょう、人生っていうのはろくでもないものなんだなっていうのをだんだん理解して、大人になっておっさんになっておばさんになって死んでいくと、だんだんと理解して、あ、この世界はろくでもねえなっていう実感を持った時にはもうね、人生はほぼ終わりに終わろうとしている、ね、だんだん理解していくんですよ。そう、どんなやつらもね、そう、一部運のいいやつらとかね、上級国民とかね、大谷とかはそんなことは考えないんでしょうけれどもね、まあ95% ぐらいの人々はね、いやろくでもねえなっていうことにね気づいてね、でもね、生活のために労働をやめられないしみたいなね、そう、ろくにもらえない年金を目指し、そうね、
そこに手が届く前に死んでしまうみたいなね、そういうね、身も蓋もないようなね人生を思うときに、やっぱり労働は排除していかないといけない。私なんてね、ここ最近ちょっとね、好き勝手言い過ぎてね、いつクビになってもおかしくないですけれどもね。いや、いいんです。もうね、30年ぐらいは労働しましたから、もういいでしょ。もういいですよ。もうね、あとはお金がなくなる心配をしながらね、このろくでもない YouTube を続けてね、そう宝くじに当たるような確率でもって収益化できてね、なんとか命を生きながらえて、ドン・キホーテのようにね、世界を滅ぼすとね言い続けたい。それだけが望みです。でもまあね、お金の心配をしながらあれでしょうね、餓死だったり自死だったりね、または変な病気にかかって死ぬだけですよ、ね。面白くもなんともないですけれどもね、やっぱモチベーション、最近モチベーションが、ね、全く下がっていましたけれどもね、やっぱり僕には憎しみしかないんだなという最終結論にね達したのでね、これからも労働反対やまたは世界のねろくでもなさを語って、やっぱり世界って滅ぼすべきだよねとね。人類っていうものはね、儚い苦しいね、この世界に生まれてくるべきではない。人類は滅ぶというのが賢い選択なんじゃないのかな。それを訴え続けていきたいな、そう思います。そうですね。そうですね。そんな感じですね。労働反対の話はね、いくらでも出てきますよ。ね。結局なんだろうな、シンプルに皆さんどうでしょう。シンプルにね、物心つくかつかないかぐらいのね、遊んでいるようなね、少年時代少女時代が一番人生のピークだったんじゃないですか。私なんてそれがピークでしたよ。人と比べない、ね、世の中の仕組みもよく分かってないね、そんな時代にね、くだらないことをやってね、野山を駆け巡ってみたりね、スポーツやなんかね、くだらない遊びをしてみたりっていうね、そういう時がね人生のピークね。あとはなんかこうね、人と比較されて勉強だのなんだの社会人だのなんだのね、恋人がどうだの結婚がどうだのみたいなね、なんかね、その内容がどうなのなんてね、もうね暗いことばっかりですよね。ちっともねそんなものは幸せじゃないですよね。そうなんです。それに労働もね深く関わってるんですよね。そもそも人生を生きていく中で労働のなんていうんでしょう、奴隷の内容のが高いか低いかなんてどうでもいい話ですよ、本来はね。そんな社会を構築しないように頑張るのが、進化するのがね本来の人類のね道だったと思いますけれども、完全に道をね踏み外してますからね。そうなんです。そしてね、滅ぼすべき宗教ばっかりでね、なんかね、神は全くね我々を数千年間もね全く導かないですね。何かをこうするべきだとかね、全然奇跡も何も表そうとしませんね。
ろくでもないと思います。そうということはやっぱりね、人類というのは実験動物なんじゃないのかな。進化を間違えたら一旦滅ぶっていうのがゲームのこう筋道なんじゃないですか。もう踏み外してますからね。人類は踏み外してますから、つるっと踏み外してますから。もうこれ以上醜悪な醜い薄汚いね社会がずっと続いていきますよ。それで栄枯盛衰を繰り返してね、生まれるたんびに労働を課されたりとかね、もっとひどいことになるかもしれませんね。今の時代の方がマシだったなんていうことになるかもしれません。このね、宇宙人による人類そのもののね、文明実験説を私は取りたいですよね。その中にしっかりと労働というね、極めて不幸なね、全てのこの喜びだったり、なんていうの、下手をすればですよ、労働をしているからこそね、悲しみを感じないとかね、こうサイコパス的な気持ちで生きられて、なんて言うんでしょうね、他人の苦しみだったり悲しみだったりっていう部分に全く気づかない。気づいても涙一つね、湧き上がらないみたいな冷たい人間が製造され続けている。もう人類は完全に劣化してますよね。そういう意味合いからしてもね。それも一つあると思うんですよ。人類は劣化してるんじゃないですかね。労働ね。だって今回の都知事選だってそうじゃないですか。平日の真っ昼間にあれじゃないですか、いろんな労働候補者のね選挙演説をねこう中継したりだとか聞きに行ったりとか集まってる群衆はお前ら労働どうしてんだよって話じゃないですかね。そうでしょ。本当にこの本当は労働し続けている人にこそね届けという話でね。なんだったら選挙演説はね、夜中の12時までやってもいい。駅前なら別にねそんなにうるさくもないでしょ。本来本当に候補者たちの声を聞くべき人たちがね、夜遅くまで労働し続けているね。で朝早く出て行ってもう地獄ですよね。もう暇な無職は僕は推奨しますけども、政治というねろくでもないものに関心をとっても抱いている無職のおじいさんおばあさんとかね、なんかねニートの男女だったりとかね、そういう連中しか見に行ってないんじゃないですか。まともな大人見に行けないでしょ。平日とかね、土日とか見れるとか言ったってね、限りがあるじゃないですか。こうね場所にね。平日でもめっちゃ集まってますからね。彼らの職業を聞いてみたいですけど、まあいいですよ。聞かないでいいですよね。労働に苦しむよりマシですからね。彼らは彼らでね楽しくやって幸せなんでしょ。というね、労働は人の心を冷たくするのでとてもいけないことです。反対していきましょう。というありがたい世界労働反対委員会委員長のネガティブマンの話でした。ご清聴ありがとうございました。明日にも今日にも世界が滅びますように。ネガティブマンでした。